どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、僕がね、今一番ね、好きなレンズについてね、ちょっとご紹介できればなというふうに思っております。それがですね、こちらでございます。はい。DZO フィルムさんのカッタズームと呼ばれる、シネマズームレンズになってるんですね。で、これがね、最近マジで、本当に買ってよかったね、レンズの一つでして、このレンズをね、買ってから結構経ちまして、で、いろんなカメラでね、使ってきたんですよね。なので、もうたっぷりとレビューとね、作量をお見せできるという段階に来ましたので、ちょっとね、このレンズについてしっかりとね、ご紹介できればなというふうに思っております。いや、わかります。めちゃめちゃ多分いろんな説明をしないと、なんじゃこれってなってると思うんですけれども、これがね、すごく魅力的なんでね、ちょっと今回はですね、動画向けの、話にはなってはしまうんですけれども、本当に面白くて、ロマンたっぷりのね、レンズになっておりますので、ぜひですね、最後までね、楽しんでいただければなというふうに思っております。ということでね、早速ね、ちょっとこのシネレンズについてね、紹介していきたいと思うんですけれども、まずですね、このシネレンズとスチルレンズの違いをね、改めて振り返っておくと、以前ですね、こちらの動画でビジョンプライム1というね、シネレンズを紹介した時に、スチルレンズとシネレンズのね、違いをもうたっぷりとお話ししておりますので、より詳しくっていうのはこちらを見てください。で、簡単にね、説明しておくと、このシネマレンズというのはですね、F 値ではなく T 値という風になります。ここにですね、T2.9 と書いてるんで、この絞りのね、範囲の明るさっていうのが F 値ではなく T 値になります。で、これはね、めっちゃ厳密に言うと、このレンズのね、透過率を表したものになるので、ちょっと T 値とはね、判断基準が変わってきますと。で、あとはね、このフォーカスをこのリニアにね、動かせると、普通のね、写真用のスチルレンズとかね、ここを早く動かすとね、ビュンってね、フォーカスの位置がね、その速度によって変わったりするんですけど、これはもう完全に物理的な距離をね、測ってやっているものになりますので、いくら早く回そうが距離で、しっかりと変わっていくみたいな、リニアで動かせるというようなね、特徴があったりします。で、あとはね、このフォーカスをね、回す際にですね、このブリージングと呼ばれるね、手前から奥にね、ピントが合う際にですね、ちょっとこう、ぐわっと歪んでしまうようなことが、限りなく抑えられているっていうのがシネレンズの特徴にもなっています。で、あとはシンプルにこのフォーカスのね、回転角度がかなり広くて、こっからぐわーっと回して、ここまでいけるようになってますので、これがね、スチールレンズよりもはるかに広いようになっていますよね。はい。で、すべてメモリでね、記載されていますので、実際に何メーターとかの距離をもう測っておけば、こっからここまでとやれば、簡単にそこからそこまでのピントが合うみたいな、もう本当に物理的にね、合わせていくことができるようなものっていうのが、シネレンズのね、簡単に言うと、特徴になっております。しっかりとしたね、解説っていうのは以前行っていますので、よかったらね、興味ある方はこちらを見てください。で、このね、カットズームどういったレンズかっていうのをね、紹介していく前にですね、そもそもこの DZO フィルムさん、はい、DZO フィルムさんのね、レンズ皆さん使ったことはあるでしょうか？結構ね、少ないと思うんですよね。最近の映像制作業界ではかなりね、使われているような印象があるんですが、このチャンネルでね、取り扱ってきたことは初めてですし、本当にこう、最近のメーカーではあるんですよ。なので、まずはね、この DZO フィルムさんがどういったメーカーなのかっていうのをね、詳しくね、皆さんに紹介できればなと思っています。で、僕ね、実際今、体調崩してて、すごい鼻声でね、すごいちょっと調子が悪いんですけれども、頑張って撮っていきますのでね、最後まで付き合ってください。ということで、DZO フィルムさんというのはですね、もともと産業用レンズの研究開発を行うですね、ドンツェンオプティクスというね、会社だったんですね。これが2013年設立のはずなんですけど、このドンチェン、多分読み方合ってると思うんですけど、このドンチェンの D と Z のオプティクスの O で DZO フィルムというね、由来があると頭文字を取っての名称になってて、この DZO フィルムというこの名称としてのブランドのね、設立は2019年になりますので、わずか6年ぐらい前になるので、かなりですね、最近のね、シネマレンズのメーカーでもあるというところなんです。で、もともとこのドンツェンオプティクスっていう会社がですね、シネマレンズとはね、全く異なる 8K とか 16K などの高解像度ラインスキャンの産業用レンズを手掛けていたと。で、ここで使っていた技術っていうのが、そのままね、撮影用レンズにもこう応用することができるみたいな。で、さらに中国ではそういったカメラとかね、シネマっていうところに愛好家が多かったので、そのままシネレンズという事業としてやっていた、設立していったっていうのが、今というね、この DZO フィルムという風になってるんですよ。で、本社のね、所在地は中国の深センなので、中国のね、メーカーとなっております。で、ブランド的には、なんかこう、初心者向けというよりかは、結構どっちかというと、こう、映像制作者のための、プロフェッショナルなね、レンズを開発してるというようなね、メーカーさんとなっております。今回ね、紹介するのは、これ、ズームレンズになるんですけど、一番有名なのは、多分プライムレンズ、要は単焦点シネマレンズになると思うんですね。例えば、ベスピットプライムとかね、
あとは、アルルプライムというね、最近出た、すごく軽量で、ビスタビジョンかなっていうね、こうイメージサークルの大きさを持つ、いわゆるそのフルフレームよりも大きなセンサーにも対応できるような、すごくね、ハイエンドなこうシネマレンズ。で、なおかつそれでいてすごく軽量みたいな、結構いろんなね、こうシネマレンズ。で、なおかつ単焦点のプライムレンズっていうものを開発していたりします。で、他にもベスピットレトロとかね、クラシックな外観と描写、そのままクラシックなものを持つね、レンズであったりとか、あとはズームレンズもね、結構いろいろとありまして、読み方が多分合ってると思うんですけど、ピクターズームと呼ばれるね、シネズームレンズですね。これはね、このフルサイズよりも小さいスーパー 35mm に対応したズームレンズであったりとか、他にも僕が購入したこのカッタズームと、で、さらにカッタエースズームというね、ものもあったりとか、あとは最近単語ズーム、はい、これもちょっと読み方がね、確実に合ってるかわからないんですけど、そういったスーパー 35mm 対応のレンズもたくさん出していますと。で、他にもアナモルフィックレンズとかをね、出していたりする、まあ本当にシネマレンズをね、生産、製造、開発しているね、メーカーさんという風になっております。はい、ということで、このね、ディーズディオフィルムさんについてね、お分かりいただけてきたかと思いますので、お待たせいたしました。このね、僕が購入したこのカッタズームについて皆さんにね、ご紹介できればなという風に思っております。まずね、もうちょっと早速スペックを見ていきましょうか。このような形になっておりまして、なんとフルフレーム対応のフルサイズで使えるシネマレンズという風になっております。スーパー35じゃないんですよ。フルフレームで使える。ここがね、まあ、結構決め手ではあるんですけれども、そのレンズになっていますと。で、しかもですね、マウントが交換できちゃうね、レンズになってるんですよね。なので僕今ここに FX3 と S5 Mark IIX ありますが、これ E マウントと L マウントですよね。はい、この両方で僕使っておりましたし、で、他にもこのブラックマジックのピクシスですよね。これも L マウントになってるので、まあ僕ね、これでも使っておりましたよね。はい、もうピクシスのレビューでも、ちょっとずつね、ちらっと見えてたと思うんですけど、こちらでも使っておりました。で、最近ね、僕がレビューしたルミックス S1 Mark II ですよ。これでもね、実は使っていたんですよね。で、僕はね、結構やっぱこのソニー E マウントプラス L マウントで使えるっていうのが、マジでね、買う決め手になったところです。で、他にも RF マウント、あとは Z マウントにもね、対応している。で、あと X マウントですね。にも対応しているものになっています。デフォルトは E マウント、ソニー E マウントで、そこから、はい、まあ、こんな感じで、別のアダプターを購入すれば、オプションで付けて、変えて撮影することができるという風になっています。で、重量も3580は 1.53kg と70135は、1.6kg と、シネレンズの中ではかなり軽量な部類に当たると思います。で、さらに1835かなの広角側のね、ものもラインナップとしてあったりします。ただ僕はね、この2本で、まあ、十分かなと思って、この2本を揃えたというところですね。で、絞り羽枚数が16枚ありますので、まあ、結構綺麗でね、自然なこう、玉ボケをね、まあ、ボケ表現っていうのがね、できるようになっておりますし、フォーカスブリージングもですね、かなり抑えられている印象です。まあ、厳密にね、測定をしたりすると、まあ、ちょっとね、僕は詳しくお話できないんですけど、僕が使ってきた用途ぐらいであれば、全然気にならずに、めちゃめちゃね、気持ちよく使うことができています。で、何よりですね、このフィルターなんですよ。ここのね、前玉のここのフィルターがね、なんと 77mm のフィルター径になってるんですよ。だから、普通にレンズフィルターをね、シネレンズの使えちゃうんですよ。僕はね、こういうステップアップリングを使って、77mm のね、はい、フィルターを使ってかましてあげて、はい、こういう風につけてあげるじゃないですか。はい。そうすると、例えばこの日誌のね、スイフトシステムなんかを、このままね、つけちゃうことができると。はい、こんな感じでつけれるので、もうこのフィルターシステムの運用ができちゃうっていうのがマジでめちゃめちゃいい。で、特にね、ルミックスのレンズって77が結構多いんですよね。なので、ここの相性もね、すごくいいなというふうに思います。で、他にもね、このレンズはね、ドロップインフィルターというものをリア側にもね、搭載しております。ここにね、実はこういう風にフィルターをかますことができるんですよね。で、ここで他のね、表現したいフィルターを突っ込んでおくことができます。なので、ND フィルターを前にね、つけなくても、ND 可変なやつがここにつければ、もう ND 代わりにできるんですよ。で、例えば FX6 とかなどのカメラは ND 機能があるじゃないですか。バリアブル ND がついてるものとかは、逆にここにミストフィルターとか、そういったものを入れてあげれば、ここでもう全部 OK になるんですよね。このね、仕組み良くないですかちょっと僕ね、ドロップインはね、まだ買ってないんですけど、まあ、こういうね、フィルター運用できるっていうね、このカッタズーム。ここがね、本当に最高です。マジで。で、軽量な部類とは言いつつ、やっぱね、この普通のミラーレス一眼につけるとですね、まあ、かなりフロントヘビーになってしまうと。で、そういった時に負担がね、結構怖くなるので、そういった時はね、この三脚で支えるようにできるネジ穴もあったりしますので、まあ、ここもよく考えられてるなという風な印象があります。この頑丈さに関しては、ちょっとね、あんまりね、無責任な発言ができないんで、多分このまま使えますよとかは言えないし、僕は結構ね、まあ怖い。こういうさ、ミラーレス一眼に取り付けて、
はい。で、このままこの重さでこういう風にね、使用するっていうのは、結構負荷かかってるなと、このマウント部分にね、思いますので、これをね、このままバンバンできるぞっていうのはね、ちょっと言いにくいし、僕も結構不安ではあるんですけど、でもこう、いざという時はね、ここで、はい、補助させることはできますので、ここら辺はね、いい作りになってるんじゃないかなというふうに思いますね。このルミックスとね、取り付けるとめちゃめちゃかっこよくて、僕はね、すごい気に入ってるデザイン感になっています。はい。で、カラー展開は2種類で、ブラックと一応ホワイトがあります。はい。これはね、好み分かれそうやけど、僕は絶対ブラックだろうと思うんですけれども、一応ね、2種類あるといったところですね。で、一応ね、アイリスとフォーカスと、ズームのね、回転角度などもね、表に書いてあると思いますので、このあたり詳しくね、知りたい方は、ここら辺もね、チェックしておいていただければなというふうに思います。はい、という感じで、こんな感じでね、めちゃめちゃね、すげえなと思えるようなレンズだと思うんですけど、このマウントの交換、ここが結構醍醐味であると思うんですけど、これをね、ちょっと簡単に実践しようと思います。めちゃめちゃね、これ簡単にできちゃうんですよね。はい、ではね、ちょっとマウント変えていこうと思うんですけど、これ E マウントですね。ソニーの E マウントにつけれるようになっていて、これをですね、この L マウントに変換をね、したいと思います。めっちゃ簡単で、まずここにね、はい、ルーズとタイトかな、はい、というね、表記があって、ここのリングを一回ガッと回すと。で、さらにここのボタンを押してあげると、これがね、取れるようになります。はい、サクッと取れちゃいます。で、そしてここのね、裏面に、ちょっとここにね、なんかへこんでる部分があるんですけど、分かりにくいんやけど、これと、ここのね、次、この凸の部分をね、合わせてあげると。ここですね。はい。合わせてあげると。はい。それでしっかり入りますと。で、またね、ボタンを押して、これを逆にロックしてあげると。はい。そうしたら取れません。で、ここのレンズのリングのここもしっかりとロックをかける。そうするともう完全に今取れなくなりました。で、これでもう完全に L マウントが出来上がったという風になります。めちゃめちゃ簡単じゃない。これが1分もあれば全然できるんで、現場でもね、そんなてんやわんやせずに済むかなというふうに思うんですけれども、これでね、今両方とも L マウントになったというところですね。こっからは実際にね、僕が撮影したような映像をね、ちょっと作例を見ながら、このレンズのね、使用感っていうものをね、ちょっと実際にお伝えしていこうかなと思います。まずですね、僕がね、何よりも伝えたいのは、ルック。このルックが本当に大好き。めちゃめちゃね、好きなんですよ。特にね、ミストフィルターと組み合わせるとめちゃくちゃ優しいね雰囲気が出るんですよ。今回 77mm 系のねフィルターを使えるので、僕も普通にねスイフトシステム、西のスイフトシステムを使ってやってたんですけど、なんかルック結構やばくないですか？これはね、どのカメラで撮っても本当にもうレンズのね特性のルックが出るので、 L マウントであろうが E マウントであろうが、この雰囲気は絶対出ると思うんですよ。僕はピクシスでも撮ったり FX でも撮ったり、あとはルミックスの S1M2 でも撮ったりしてたんですけど、もうめちゃくちゃいいですよね。で、特にねルミックス S1M2 の相性が本当にね良かったなと思っています。ちょっとね今 S1M2 の実況はねパナソニックさんにね返却してるんですけれども、この S1M2 シリーズとのね相性が本当になんでかっていうと、手ブレ補正ですよ。手ブレ補正をね、効かして撮れるから、全然ね、僕現場でこれだけで撮ってたんですよ。手持ちでズームをね、したりしなかったりとかで、こうやってピントも自分で合わせながら撮ってて、全然ワンオペでもね、いけちゃうような雰囲気だったんですよね。で、ましてやね、このルックが得れるし、もう超良くないですか。で、特にお気に入りなのが、ミュージックビデオのね、撮影シーンで一番最後に、日記をね、書き直すというような描写があるんですけど、そこをね、しっかりスライダーを使って、めっちゃ綺麗に撮ったんですよ。すごい綺麗なね、ワークと、すごいね、フォーカスも頑張って合わせて、ピンで置きピンなんですけど、しっかりと撮ったらさ、もうなんかものすごい綺麗な表現ができて美しくて、本当にラストシーンにね、ふさわしいね、ルックが撮れたんですよね。このね、描写力っていうのが、やっぱ僕をね、引きつけるね、絵作りだなというふうに感じております。僕のイメージはすごい柔らかい表現ではあるんだけど、ピント目をね見るとねしっかり改造はしてるんですよね。特に本を読んでるシーンとかも、小説を読んでいたとしても、こうしっかり文字はね割とちゃんと認識できるぐらい改造はしてると思うんですよ。パンのねシーンをパンを焼いたりジャムを塗るようなシーンとかでもしっかりとねそのディティールっていうのはね残ってると思うんですよね。でも雰囲気全体がすごく柔らかくて、描写力がねめちゃくちゃあるねいいレンズだなともう本当に改めて思います。で、他にもブリージングですよね。ブリージングに関してもね、ちょっと実際にね、やってみても、いかがでしょうかね。これぐらいだったらね、僕は全然いいかなというふうに思いますし、なんか作品の中でね、溶け込む分に関しては何も気にならないかなというふうに思いますので、ちょっとこの辺はね、人によってこう許容範囲があるとは思うんですけれども、でもスチールレンズと比べたら全然ね、ないと思いますので、この辺はね、すごくね、評価できるポイントなんじゃないかなというふうにも思いますよね。で、E マウントでもね、僕ちょっといろいろ試
用してみたものの、ちょっとね、そんなにこう出せる作例っていうのはそこまでなくてですね、今回ね、ちょっと友人のコウスケさんがね、素材をね、このレンズをお貸しした時に、素材もね、ちょっと送ってくれていて、それを見てみると、FX6 とのね、相性はこんな感じのね、描写になっています。いかがでしょうか？これはね、多分フィルターとかつけていないと思うんですけれども、すごくね、こう、スチールレンズ感はやっぱなくて、どちらかというと、こう、ちょっとシネマライクな、なんかやっぱシネマレンズで撮ってるような描写のね、雰囲気があるのではないかなというふうに思います。で、あともちろんね、このレンズ自体、インナーズームなので、ズームをしていても、レンズの鏡頭がね、伸びるみたいなことは一切ありませんので、しっかりと、はい、こんな感じで、もう、ズームという行為自体を表現にもできると思いますので、ここもね、すごく使い勝手はいいですし、何よりもね、こう、結局、ズームができてしまうので、めちゃめちゃね、こう、現場の絵作りが楽なんですよ。ちょっと広いなと思えば、もうズームしちゃえばいいし、ちょっと近いなと思えば、そのまま引いちゃえばいいし、みたいな、めちゃくちゃね、やっぱ、単焦点レンズよりはね、撮りやすさがあるなというふうに感じました。で、僕結構単焦点レンズを推してるというか、単焦点ラバーではあるんですけど、シネマレンズの単焦点で結構僕何回かね、使ったことあるんですけど、やっぱ結構億劫になってしまうというか、やっぱこうね、フォーカスのリングとかもね、しっかりこうギアピッチャーはしてみたいな感じで大変だったりするので、なんやかんやっぱこのズームレンズってね、楽だなというふうに感じます。で、単焦点はね、何本も揃えていかないといけないし、逆にね、シネマレンズの単焦点っていうのは重さ、大きさ、重量がね、全体的にほぼ同一のね、バランスを取れているので、結構付け替えも楽な部類ではあるんですけれども、ここに来てシネズームいいんじゃないかなと、僕はね、結構今、本当に推したい一押しのね、レンズになってるんですよ。ただですね、使用していくにあたって結構注意点もありまして、まずね、ジンバルとかの運用がかなり厳しくなってくると思います。かなりフロントヘビーだし、そもそものこの重量バランスっていうのがね、かなり難しくなるので、ジンバル運用は結構きついと思います。で、他にもかなりワークが限られるというところですよね。僕の中ではやっぱルミックスで L マウントで使うのがおすすめで、もうかなりね、手ブレ補正をガンガン効かせて撮ることができますので、そういった用途にはめちゃめちゃ合うと思うし、あとはやっぱスライダーでしっかりとワークを切ってやるっていうのはめちゃめちゃ使いやすいと思うけど、結局やっぱね、ジンバルとか手持ちはかなりね、時と場合に限られてしまうかなというようなところは注意ポイントになります。で、あとね、さっきも言っていたんですけど、やっぱこのマウントのね、ここの重心のこの負荷っていうのはやっぱ結構気になるんですよ。だから本当カメラにもよるかもしれないですよね。このマウントのこう頑丈さ、僕はいけるような気はしてるんですけど、そんなにね、適当なことは言えないんで、ここはね、PL マウントとかではないんで、やっぱ気にはなる。でもね、特に公式がね、こうやってくださいみたいなことがないので、多分大丈夫やと思うんですけど、負荷かかってないかは気になるレンズにはなるぐらいのちょっとやっぱ重さですよね。絶対ボディよりは重たいので、はい、そこは気になります。で、あとね、もう一個ちょっとね、僕的にっていうところは寄れない。全然寄れない。最短撮影が 0.74 とかかな。3580mm で 0.74。で、70-135で 0.76、76センチになるので、寄れないですよね。これはね、シネレンズの中では寄れる方なのかな。ちょっと僕そこまで詳しくないんですけど、やっぱスチールレンズをね、普段使ってる身としては、寄れないなーっていうのがね、やっぱあるので、言うてもやっぱこれぐらいは離れないといけないんですよね。結構ね、離れて撮る必要はあるので、ちょっとこう寄るような表現には、なかなか向かないなと。これはね、結構どのズーム範囲でもね、全然寄れないようになってますので、ちょっとそこら辺はね、もうちょい寄れるとね、良かったかなという風な印象はね、ありますよね。で、あとね、ちょっとこれ個体差かもしれないんですけど、この前玉のこのフィルターの 77mm 系のね、リングを作るときに、なんか、ちょっとね、僕たちやってた時になんか外れてしまいやすかったりとか、ちょっとつけづらさがあるんですよね。なんか噛みやすさがね、ちょっと微妙で、なんか若干ね、これうまくね、噛んでくれないような設計になってて、ちょっとね、つけんのに一工夫がいるかなという時がたまにありましたね。はい。今はちょっと慣れていけてるのかな。はい、ちょっとこれ個体差もあるかもしれないんですけど、だからすごいスチールレンズっぽくね、ギャンギャンつけれるかって言われると、なんかちょっと機構が若干違うんじゃないかなというふうに思いますね。溝が薄いのかなっていうのはちょっと個体差があるかもしれないんですが、一応ね伝えておきます。はい、ということでですね、最後気になる価格についてね、ご紹介して終わろうと思いますが、取り扱い店舗が結構限られてて、一応ねディーズ用フィルムがジャパンでね取り扱いやっている公式のところは、僕がねよく使うところで言うとシステム5さんがありましたので、システム5さんの価格をね、出すと定価は40万7440円、一応ね3580mm のレンズですね。
高い。1本ですからね。1本40万円のレンズにはなっております。ただですね、今、決算セールのタイミングで、この動画をね、作ってる時はね、確認できた価格で言うと、ホワイトモデルは28万5000円ぐらい。25%オフぐらいかな。で、ブラックは32万5900円ぐらいでね、20%オフぐらいで売ってますので、多分、でもセールは結構やってるんじゃないかな。どうだろう。なんかそんな定価でね、買うってことはね、避けれるようなレンズだとは思うので、また中古とかでもね、いいと思うんですけれども、ちょっとね、この辺のシネマレンズ、保証とかも考えるとね、もちろん正規店でのね、購入が絶対いいかなというふうに思いますので、もし興味ある方はシステム5さんをね、ぜひご覧いただければと思います。で、ドロップインフィルターとかも、システム5さんを見るとね、もう結構実際に売っていたりしますので、ここのリアのね、はい、ここにつけるフィルターですね。はい、これとかもしっかりと売っておりましたので、てかこれってさ、キヤノンのドロップインフィルターと規格一緒なんですかね。この規格がそもそもどこで統一されているのかっていうのがあまりわからなくて、ちょっと有識者の方いたら教えていただきたいんですが、はい、一応ね、このドロップインフィルターとか、日産とかもね、やってますよね。はい、ただね、これ DZO さんの、純正のものがシステム5さんに何点か売っていましたので、それもね、合わせて購入すると、よりね、いろんな表現ができるんじゃないかなと思っております。あと最後にですね、ケースですよ、ケース。じゃじゃんと。はい、僕はですね、このリーカースわからへん。全然読み方わからへんねんけど、このね、ケースを結構僕いろいろ使ってまして、これね、ちょっとそのレンズを貸したコウスケさんにね、作ってもらったんですけど、これにね、こういう風にちょっと見えにくいかもしれんけど、スポンジが入ってて、これを自分の好みにカッティングしていくことができるんですよ。で、そうすれば、はい、こういう風にレンズをね、スポットを入れていくことができるんですね。こちらもね、同様にこういう風にね、入れることができますと。で、このね、マウントの交換のものも、ここにね、収納することができるので、他にも開けておけば、いろんなドロップインフィルターとかもね、入れるようになって、で、これがこんな感じで、ハードケースをね、使って運用することができます。これね、7500円ぐらいかな。で、買えますので、なんかシネマレンズとかってさ、結構普通の運用がなかなか難しいじゃないですか。カメラバッグにね、入れるわけにもいかないしっていうので、現場に持っていくときはね、これで持っていくとすごく使いやすいし、あとね、ロゴが気になる方はね、貼り替えてあげれば、ステッカーね、貼り替えてあげれば全然いいと思うんで、これ結構おすすめ。僕他にもね、まだいろいろ使っておりまして、ここのね、ケースには、このモニターとか、はい、飛ばし関係のね、ものを入れております。この遠隔でね、映像を飛ばすものとかを、自分のね、セットのものをね、購入して切り抜いて、ちょっとね、だいぶ使ってるんで、ボロボロになってきてますけれども、こんな感じでね、自分好みにケースを作ってあげると、特定のね、機材を運んだりするとか、保管するとか、そういったものがね、かなり運用しやすくなりますので、これ結構本当におすすめです。Amazon めっちゃ安いんで、ぜひね、使ってみてください。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ちょっと今回はね、ニッチというか少しね、変わった、シネマズームレンズをね、ご紹介させていただきました。いや、これね、僕ほんと買って2ヶ月ぐらい前にね、3ヶ月ぐらい前かに購入して、めちゃめちゃ気に入ってるんですよね。ルミックス S1 Mark II のね、MV 作品とか、レビュー動画でも使ったり、あとはピクシスのレビュー動画でもね、その作例出てると思いますので、ぜひですね、たくさんチェックしていただいて、この動画がね、役に立ったらいいねとか、グッドボタンで保存していただければなというふうに思っております。そして僕ね、ビジュアルパークというね、オンラインショップも運営しております。ここではですね、カラーグレーディングの映像編集を手助けするようなね、パワーグレードというね、僕が普段使っているね、グレーディングの濃度情報をすべて保存して、2種類のパターンでいろんな映像制作のね、作品のルックを作っていくような、そういったことができるようなね、パワーグレードパックであったり、ラットプリセット、他にも最近発表されたルミックス S1 Mark II のね、サンプルデータのね、ダウンロードがなんと無料でできるようになっていたりとか、あとはルミックス GH7 のね、フリーサンプルもね、あったりしますので、たくさんのね、商品をね、販売しているサイトになっております。誰でもね、無料で登録することができますし、今後ね、めちゃくちゃね、ちょっと激アツ展開になるであろう商品もね、開発しておりますので、ぜひですね、こちらもね、チェックを見逃さずに、ね、していただければなというふうに思っております。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。